アラのマシケバージョン、めちゃめちゃいい出汁出てます。やばいです、止まんないですよこれ。シェフ三国の日本の鍋シリーズはい、いよいよ皆さんね、あと 1,2 回で鍋もそろそろ終わりなんで、今日は北海道石狩鍋出ました。キュジーヌ・トラディション・ル・北海道石狩鍋でございますね。あまりにも有名でございます。では材料ですね。鮭のこれノルウェー産ですね。北海道の秋鮭も美味しいんですが、養殖ですって。よく我々フランス料理で、ノルウェーのマリネですから480円ですって皆さんね。3個もねあったんですけどね、このこれ洗ったって見てか、お腹これ3個です。3個ね、こうやって包丁でこの骨付きもねいい出汁取れるので、もう3個3個に入れてもいいんですけどね、いいんですけど、このアラで十分だと思います。北海道っぽくこれはいい出汁取れんでないかい。骨にも3個がたくさんついております。でこの腹ね、腹の塩焼きもうまいっすよね。よし、はい、頭はね取っておきます。そして材料です。はい、昆布ね、昆布と、昆布大事です。味噌ね、あとみりんと天菜と、これはですね、もうこうやって味噌とよいしょ、味噌とみりんと天菜と合わせておいてくださいね。よく後で混ぜます。そして今晩食べるのでこんにゃくは有機のこんにゃく買ってきました。そしてね、お豆腐絹ごしです。そしていくら、これはトッピングに入れます。あっても北海道なんで買ってきました。スタッフがなんかワンパック北海道産いくらね、798円、結構高いですね。そして仕上げにバターと山椒。そして皆さんね、野菜はね、これキャベツ、白菜、大根、玉ねぎ、長ネギ、人参ね入ってますけど、この辺はもう自由でございます。そしてまずアラを水で、まずゆっくりと、ね、冷たい水でよく水でさらしておいて臭みを取ってください。ね、これねなんか鮮度抜群なので、これはいい出汁が取れると思います。皆さんこれ見てくださいね。よく水洗いしたアラをまず入れます。そして昆布を入れて、まず、お水を入れて、これで一回沸騰させてアクを取ります。そしてだしをここで一度取ります。普通ちゃんとしたやり方は昆布は沸騰するときに取るんですけども、こういう湯豆腐とかね、鍋の時は、弱火で昆布入れておくとだしも出ますので、だしを取る時は、昆布だけを水につけて、2時間も3時間もふやかして、沸騰させて、沸騰する手前で昆布を揚げて鰹節を入れて火を止めてこすというのがだしの取り方です。こういう雑なっていうかね、お鍋はことこととじっくり煮るので、昆布は入れておいても構いません。はい、皆さん見てください。はい、
これで弱火にします。そしてアクを取ってあげます。ね、皆さん和食のね京都なんかでも、昆布とカツオ、ね、マグロ節も使うところもありますけど、まあ、いわゆる日本料理の、基本中の基本じゃないですか。それでは誰が一番最初、昆布から出汁を取る、発想したのか、ね、それはねアイヌさんなんです、ね、うちも親父昆布取りやってましたけど、寄ってくる流れ昆布っていうのはもう誰も食べない、捨ててたの。でアイヌさんたちが、その流れ昆布を拾って、でアイヌさんたちは大体石狩川とか川の近辺に染みつくんです。なぜかというとそこに鮭が上がってくるから、ね、流れ昆布を水に入れて、鮭の密航を入れて、で、塩をちょっとして、食べたっていうのがもう一番古い案件の、出汁ですから、ね、アイヌさん方の知恵でその今ね日本の和食の元が取れてるというね素晴らしいアイヌさん方の功績だと思います。はい、こちら出汁の味を見ます。軽く塩は3回で決めます。軽く後で味噌を入れるので、白い胡椒なんか入れちゃいます。北海道バージョンなんでもありでございまして、そうしましたら次に入れるのがこんにゃく、ね、こんにゃくは今夜入れます。そして、人参、これで全部煮て、そうですね30分弱かな。あとね北海道といえば大根も入れちゃいます。そして玉ねぎね、北海道ではやっぱり玉ねぎ入れないと始まらないですよね。長ネギ、豆腐を入れます。ごそっときました。豆腐が北海道はこうやってね、皆さんダイナミックにいくんですよ。ダイナミックに。ちょっと量が多かったかなそして、お味噌、バターと、山椒を最後に入れます。お味噌も先のあえたお味噌を入れます。豪快ですね。で最後に、白菜でございます。ネギが残ってました。白菜とキャベツですね。ごめんなさい。キャベツを先に、そして白菜、てんこ盛りになりました。てんこ盛りでございます。大体鍋っていうのはね、最後キャベツか白菜でこうやって上を覆って、はい、そうしましたら一回強火にします。はい、溢れる前に皆さん中火に戻してください。一回必ず沸騰させてください。これ一回沸騰しないと、味が締まらないので必ず沸騰させます。豪快で、蓋をして、ニトリさんも北海道ですしね。はい、これで大体30分弱、コトコトと中火の強火で、コトコトと煮ます。はい、大体皆さん30分ぐらい経ちました。じゃんじゃんじゃん。私のこの北海道の匂いがしました。なぜその
北海道の匂いがするかって言いますと、この鮭の、いやーいい感じで、ちょっと火を弱めましょうか。この匂いですね。この汁、いい味出てます。ここでですね、豆腐もよく煮えております。ここでちょっと豆腐もよいしょ、下のよいしょ、下の鮭と、そしてですね、北海道といえば仕上げにやっぱりね、バターを、私もラーメンは必ず最後バターを入れます。そして味見ます。ちょっと薄味になってるので、お塩、胡椒、なかなか鍋にあまり胡椒入れないですよね。そして仕上げに山椒の香り。山椒はやっぱ京都ですよね。で最後イクラを入れるんですが、イクラは煮ないので、イクラを入れたらすぐ火を止めます。よろしいでしょうか。これイクラ高いのでイクラもないですけど、はい、ここで火を止めます。はい、出来上がりです。三国風マシケシャグマ、これ邪魔しないでください。これ5つもう一回いきます。マシケ風、三国風マシケシャグマ村大技下別というブラックで生まれました。大技です、大技。なんか懐かしいです。こんなザクッとした感じでした。今思うと。じゃあいただいて、あらに頭、鮭のいくらこれね、こう最後に入れて煮立つと火が通っちゃうと美味しくないので、いくらは。よいしょ。マシケシャグマバージョンいかしてもらいます。なんかめちゃくちゃ上品です。見た目より皆さん、今のは鮭の腹、鮭の頭のこのゼラチン質も大好き。もういつもしゃぶってめちゃめちゃいい出汁出てます。この今のね子供たちはほとんど骨取ってますんで、我々はもう骨が入ってるから、逆に皆さんそういうものを慣れさせた方が絶対に刺さらないんです。そういう経験がないと刺さっちゃいますから、なるだけこうやってそういう勉強も、させてあげたいと思います。お豆腐、こんにゃくね、今夜食べれました。いくらがプチプチ、うまい。うまかった。はい、今日合わすワインは、北海道産の余市ケルナー遅摘み、ケルナー酒でございます。ちょっと甘めになっております。
蜂蜜の香りが非常にやばいし、止まんないですよこれ。このやっぱり鮭のあらをさ鮭のゼラチン質を探しております。あらの最後我々いつも冷えたご飯にかけてね食べるんですよ。ちょっと、お上品ですけどもなかなかいい味を出します。グーです。どうぞ。北海道の鹿鍋上品増毛バージョン尺馬村大技下別でございます。よろしくお願いします。グーです。